こんにちは。整理収納アドバイザーの七尾明子です。今回は築33年で狭めのお住まいに4人家族でお住まいのお宅のルームツアーをご紹介します。このチャンネルでは収納や片付けを中心とした暮らしに役立つ情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今回取材したのはペンネームルミックスさんのお宅です。築33年の賃貸アパートにご夫婦と社会人の息子さん、高校生の娘さんと4人家族でお住まいになっているこちらのお宅。築フルで収納が限られるお住まいながら様々な工夫を凝らしてご家族で家事を分担しやすい仕組みを作られています。今回、お年頃のお子さん2人の個室は残念ながら取材 NG とのことだったため、ご家族共用のスペースやご夫婦のスペースを中心にその工夫について詳しくチェックしていきます。では、まずはリビングからチェックしていきます。約10畳ほどのコンパクトなスペースながら、すっきりしていて居心地が良さそうなスペースになっていて、場所を取ってしまう背の高いダイニングテーブルは置かず、ローテーブルを食卓として使用されています。また、ソファーテーブルを置くと場所を取ってしまうため、L 字のテーブルを DIY で作り、普段はソファーの下に置かれていて、ソファーに座ってくつろぐときはこんな風に左右にテーブルが設置できるように工夫されているそう。これは職人さんでもあるご主人にサイズをリクエストして作ってもらったものだそうです。さらにソファーの側面にもマグネットやブックエンドを100円ショップの強力粘着テープで取り付けて、リモコンやティッシュをこんな風に収納できるようにされているそう。ここなら四角になって見た目もごちゃつかず、ソファーに座りながらさっと取り出せて便利ですね。なお、ソファーとその後ろにある冷蔵庫の間にはスリムタイプのマッサージ機も収納されていて、こんな風にソファーに置いて使えるようになっているそう。これはリビングでのくつろぎタイムがかなり楽しめそうですね。また、このマッサージ機の電源コードはマグネット付きのケースを冷蔵庫の裏側に取り付けて、そこに収納されていました。冷蔵庫の上にはご家族が食べるお菓子も収納されていて、以前はお菓子はキッチンにあったそうですが、ご家族が取りやすいようにここに移動されたそうです。ちなみにこの冷蔵庫はサブとしてお使いになっているものだそうで、飲み物やお米のストックのほか、冷凍弁当の作り置きや夜食などを収納するのにお使いになっているそうです。続いてはキッチンとリビングの間にあるこちらのカウンターです。ゴミ箱用のカウンターですが、こちらのリビングには作り付け収納がないため、この引き出しをご家族共用の小物収納スペースとしても活用されています。左側の引き出しには救急用品を100円ショップのケースで仕切りながら、どこに何があるかわかりやすく収納。そしてこちらは右側の引き出しですが、右半分のスペースは文具の収納コーナー。そして左半分のスペースは今ご家族がハマっているけん玉など、その時によく使う雑多な小物を一時置きするスペースとして確保されているそうです。引き出しの下は伸縮式のゴミ箱ラックの上に突っ張り棚をつけて、ゴミ袋や新聞紙、紙袋を収納されていて、ゴミ箱ラックの奥には S 字フックをつけて、紙ゴミを縛るための紐も収納されていました。また、カウンターの上は冷蔵庫の側面に当たるため、マグネットで学校のプリントやカレンダーなどをつけて、情報ボードのような使い方をされています。カウンターで書き物をするときに使う筆記用具やハサミは、ファイルボックス用のケースを2つつなげて、マグネット式のラックに引っ掛けて、さっと取り出せるように収納。さらに、こちらのホワイトボードは、お子さんたちとママの連絡ボードとして活用されているそうで、お子さんにやってほしいことや、ご飯についてなど、LINE よりも気軽な連絡手段としてよく使っていらっしゃるそうです。ちなみにホワイトボードの横にあるこちらのケースには、ご主人が毎日飲む薬を忘れないように、中身が見えるマグネットケースに入れて収納されているそうです。なお、このカウンターの横には3段のワゴンを置かれていて、側面や下2段分にはトレーニンググッズを収納されていましたが、一番上の段はちょい置きスペースとして活用されているそう。届いた郵便物やプリント、買ってきたものやいただき物のお菓子などを一時置きして、ママがお休みのタイミングでリセットしているのだそう。この一時置きスペースがあるおかげで、カウンターの上に物がたまらない状態を維持できているのだそうです。ちなみに郵便物やプリント類は
その日のうちにチェックするルールにしているそうで、対応が必要なものは忘れないように寝室のテーブルに移動。保管が必要なものは寝室のラックにある引き出しに収納するというルーティンにされていました。さらにテレビ台も小物の収納スペースとしてフル活用。こちらは動線的にやや不便なため、使用頻度が少し低めの小物の収納として活用されているそうで、左側の大きい引き出しには電池やテープ類、ラベルライターなどを収納されているほか、引き出しの上のスペースには工具などを収納されています。その横の引き出しにはティッシュやカイロなどのストック品を収納。その横の扉収納は置き場に困ったものの収納スペースとして確保されているそうで、なるべく余白がある状態を維持できるように意識しているそうです。なお、テレビの裏側も収納スペースとしてフル活用。ワイヤーラックを曲げて棚代わりにして、そこに掃除用品や殺虫剤などを収納されているそうです。ここならさっと取り出せて生活感も隠せるので便利ですね。続いてはキッチンです。築古のお住まいに多い扉式の構造で収納スペースも少なめの構造ながら工夫が満載になっています。まずはシンク・コンロ側からチェックしていきます。こちらはコンロ下の扉収納です。ここにはコンロ周りで使う調理器具を収納されていて、ご主人も料理をされるため、フライパン類の数は少なくはありませんが、山崎実業のもともと2段のコンロ下用ラックに、メルカリで棚板だけ追加で購入して3段に変更して収納力をアップさせたそうです。また、扉裏にはセリアの扉用フックにワイヤーネットを組み合わせて、お玉などのキッチンツールを吊るして収納されています。これなら取り出しやすくて便利ですね。ちなみに、吊るせない菜箸は、ファイルボックス用のスタンドをこんな風に2つ組み合わせて、長さごとに分けて収納できるようにしているそうです。ちなみに、魚焼きグリルは全く使わないため、揚げ物用のバットの収納スペースとして活用されています。続いては、シンク下収納です。こちらもシンク下用のラックで空間を仕切られていて、以前はすべてファイルボックスをずらっと並べて全体的に隠す収納にされていたそうですが、一緒に家事をされるご家族からどこに何があるかわからず取り出しにくいという声があったそう。そのため家族がよく使う消耗品はあえて見える収納に変えたのだそうです。ちなみに普段キッチンを最後に使うのは社会人の息子さんなので、一日の終わりにキッチンをリセットするのは息子さんの担当だそう。コンロ周りはセスキシート、給水布巾、キッチンペーパーの順できれいにされていて、シンクは次に取り付ける排水口ネットでシンクを磨いてからネットを取り付けているそうです。こんな風にお掃除もしっかりやってくれる息子さん、本当に素晴らしいですね。ちなみに現在も残っているファイルボックスには使用頻度がそれほど高くない消耗品やお弁当、お菓子作りの道具を収納されているそうです。なお、シンク下の右側の扉裏には山崎実業の扉裏用ラックを使って使い捨て手袋や水切りネットを収納されていますが、なんとここにダイソーのおもちゃ用ストラップを取り付けて、先端に洗濯バサミをつけてタオル収納として活用されているのだそう。以前は切り込みにタオルを差し込むタイプのタオルホルダーを使っていたそうですが、劣化してくるとタオルが落ちやすいのがストレスだったそう。これなら落ちにくくて長さも調節しやすいため重宝しているそうです。また、反対側の扉裏にもピーラーなどの小さめのキッチンツールを吊るして収納されていましたが、包丁ケースのところにもフィルムフックをつけて、キッチンスケールなどを吊るして収納されています。そして一番左側の片開きの扉収納には、ラックを2段に重ねて空間を仕切り、保存容器を収納。その上の引き出しにはカトラリー類を収納されています。また、シンク前の壁面も収納としてフル活用。こんな風に2種類のラックを取り付けて、水筒などのボトルや蓋を乾かしながら収納されています。また、その右側にはフィルムフックとワイヤーネット、水切りかご用のボトルホルダーをこんな風に組み合わせて、まな板ホルダーとして活用されているそう。釣りが趣味のご主人が使う大きいまな板も収納できるように、この収納方法にしたのだそうです。なお、シンクの上には釣り戸棚がついた構造になっていますが、
こちらは両開きの収納の方にガスボンベや使用頻度低めのキッチン用品。片開きの扉の方に使用頻度低めのキッチン家電を収納されています。ちなみにシンクの左側にあるこちらのラックは以前使っていたゴミ箱ラックだそうですが、ゴミの種類が増えたのに伴い新しいラックに買い替えたため、現在は作業台兼ホットプレートやカセットコンロ置き場にされているそう。ゴミ箱ラックのためもともと棚板はなかったそうですが、これも職人のご主人が木材に溝をつけて棚板として使えるように加工したのだそうです。続いては背面収納です。冷蔵庫と食器棚1台のみのとてもシンプルな構造となっているこちらの背面収納。こちらはレンジ横のスペースです。この食器棚はもともとマグネットがつく構造ではなかったそうですが、山崎実業のウォールプリントスチールパネルという商品を取り付けてマグネットが付けられるようにしたのだそう。また、レンジ横にもマグネットプレートと組み合わせられるケースを取り付けて、袋留めクリップや輪ゴムを収納されています。なお、反対側のレンジ横には、ご自分で作ったレシピブックも収納されていて、こんな風にカードによく使うレシピの材料を書き込んで、ポケットタイプのリフィルに入れているのだそう。調理の工程も思い出したいレシピの場合は、裏も使って書き込んでいるのだそうです。ちなみに息子さんも料理をされるため、息子さんがよく作るレシピは息子さん自身がカードを書いているそうです。食器は必要最小限にされていて、レンジ上の引き戸の収納に入る量に厳選されています。そしてこちらは食器棚の一番下にある引き出しです。この引き出しはかなり深さがあるため、なんと中に市販の衣装ケースも追加して2段に分けて使っているんだそう。中はこんな風に L 字の棚受け金具で固定されているのだそうで、この発想力には驚きました。なお、引き出しの中身は深い下段には缶詰や調味料のストック、飲み物のストックなど重いものを収納。そして上に追加した衣装ケースにはスープや飲み物、袋麺のストックのほか、カップ麺のストックなど軽い食品を収納されていました。続いてはご夫婦の寝室としてお使いの和室です。こちらの和室はベランダにも出られるため、洗濯物を干すスペースとしてもお使いになっています。こちらはその洗濯干しコーナーの向かい側のスペースです。和室にはクローゼットがないため、突っ張り式のハンガーラックにご夫婦2人分のオンシーズン服を収納されています。ご主人はもともと服にこだわりがないタイプだそうですが、奥様は自分の服はオールシーズンで40着以内に収めるよう意識してコントロールされているそう。ラックには上段、下段にそれぞれトップスとボトムスをハンガー収納されていて、その下の引き出しには靴下やインナー類を収納されています。ちなみにラック上段の外側にポールが突き出たスペースはアウターや一度着てすぐに洗わない服の一時掛けゾーンとしてお使いになっていて、ラックの内側の綺麗な服と分けられるようにしているそう。そして下段外側のポールはバッグをかけるスペースにされているそうです。なお、ラックのポールが1本分余ったため、こちらに100円ショップでアウトドア用として売られている大きいクリップを組み合わせて、こちらに帽子をかけて収納されているそう。これなら壁に穴を開ける必要もなく、さっとかけられて便利ですね。続いて洋服コーナーの右側のシェルフです。こちらは小物や書類の収納コーナーとしてお使いになっていて、真ん中の段にはファイルボックスを使って長期保管の書類を収納。書類の種類ごとにこんな風にラベリングして分かりやすく分類されています。その隣にはメイク道具をダイソーのデスクスタンドを使ってコンパクトに収納。メイクをするときはこのセットをリビングに持って行ってメイクをされているそうです。その下の段の引き出しには寝室で書類の記入やメモを取ったりするときに使う文具や裁縫道具などの小物を収納されています。黄色いデスクの右側は無印良品のスチール製のケーブルボックスを使って充電コーナーを作られていて、ケーブルはセリアのマグネット式のケーブルホルダーを使ってケーブルボックスの側面に貼り付けているそう。これならケーブルがごちゃつかず、使いたいケーブルも探しやすくて便利ですね。また掃除機をかけるときにも移動しやすいよう、ケーブルボックスの裏側にも100円ショップのキャスターを貼り付けられていました。
そしてこちらは和室の押し入れです。押し入れの上段にはご夫婦が普段寝る時に使っている布団が収納されていますが、その下の6段分の衣装ケースには、ご夫婦のオフシーズン服や防災用の備蓄品のほか、シーツなどの寝具やバッグが収納されています。また、バッグが入った引き出しの奥には、こちらの小さなボックスも収納されていて、ここにはお子さんが小さい頃にもらった手紙などの大事な思い出品を収納されているそう。思い出も厳選して大事に保管されているのが素敵ですね。なお、衣装ケースの奥側のスペースには、予備のハンガーやアイロン台などを収納されていました。こちらは押し入れの下段です。ここには防災用のお水のストックや季節家電などを収納されています。そしてこちらは押し入れの天袋です。天袋は使いこなせず持て余しているお宅も多いですが、こちらのお宅ではしっかりフル活用。左側のスペースにはトイレットペーパーやティッシュといった軽いストック品を収納。右側のスペースには余った収納用品や今は使っていない雑貨などを収納されていて、こちらの蓋付きのボックスは住宅関係のパーツ類の収納として活用されているそう。パーツは小さい袋に分けて、それぞれ何のパーツかわかるようにラベリングされています。これなら必要になった時にも探しやすくて便利ですね。続いては洗面所です。こちらもコンパクトなスペースながら工夫が満載になっています。まずは洗面台周りです。築古のお住まいに多い収納少なめな構造になっているこちらの洗面台。収納不足を補うためにこんな風に突っ張り式のボードを設置して、そこに電動歯ブラシやティッシュ、ドライヤーやシェーバーなどを収納されています。なお、電動歯ブラシの充電用ケーブルは4台分まとめて充電できるように配線して、コンセントの先端を洗面台の側面に引っ掛けて収納されているそうです。洗面台のすぐ横のスペースにはマグネット式のスイングケースやトレイを使って洗面台周りで使う小物類を収納。バラバラになりやすいヘアピンもマグネットを使ってさっとくっつけられるようにされていました。さらに洗面台下の収納との間のデッドスペースにもフックを2本使ってヘアアイロンを収納されていたり、粘着クリーナーを吊るして収納されていました。ちなみに鏡のところにもフィルムフック式の歯ブラシホルダーをつけて、電動式ではないタイプの歯ブラシを吊るして収納されています。続いてこちらは洗面台下の扉収納です。ここではラックとケースを使って空間を上手に仕切られていて、ラック上段は配管の奥行きに合わせてケースを使い分けて、詰め替え用のストックなど背が高い洗面小物を収納。そしてラック下段にはシートマスクなどの高さがない小物を収納されていました。さらに洗面台下収納でも扉裏をフル活用。キッチンでもお使いになっていたフックを使ってゴミ捨て用のレジ袋を吊るして収納されていましたが、よく見るとなんと100円ショップのコップを吊るす用のフックを逆向きにつけて、そこにレジ袋の持ち手を引っ掛けられています。こうすることで扉の表側に吊るしたゴミ袋が落ちにくくなっているのだそう。これは面白いアイデアですね。さらに洗面台の左側にはタオルが収納できるスペースを作られていて、こちらはこんな風に突っ張り棒を2本取り付けて、その上に100円ショップで購入できる発泡スチロールのような軽い板とセリアの PP シートを組み合わせたものを棚板代わりに使っているのだそうです。なお、手拭き用のフェイスタオルも洗面台横に取り付けた突っ張り棒にかけられていました。続いては洗濯機周りのスペースです。こちらも作り付け収納はありませんが、様々な工夫で収納不足を補われています。洗濯機の上のスペースには突っ張り棚を取り付けて、ランドリーバスケットや付け置き用のたらいを収納。洗濯機の右側にはマグネット式のラックを取り付けて、洗濯用洗剤や風呂水用のホースを収納されています。また、洗濯機の左側にも畳める棚を取り付けて、ご家族が洗濯物を入れるバスケットを置けるようにされていたり、その下のスペースもマグネット式のラックをつけて、折りたたみ式のバケツやソフトタイプの珪藻土マットなどを収納されていました。では、最後は玄関です。築年数の経ったお住まいに多い収納少なめの玄関ながら、こちらもいろんな工夫で収納不足を補われています。下駄箱はもともと作り付けであった収納が小さいため、
なんと DIY の棚を上に増設して、大人4人分の靴が収納できるようにされたのだそう。上の段にも丈の長いブーツなども収納できるように工夫されていて、さらに一番上に木材とポールを足して、目隠しのカーテンも付けられるようにされたのだそう。カーテンの端の部分には100円ショップで売られているマグネット式のカーテンクリップをつけて、それをスチール製の柱に貼り付けることでカーテンがめくれないようにされていました。工夫の細かさがすごいですね。なお、下駄箱の一番下の段には蓋付きのボックスを置かれていて、ここには靴のケアグッズやアウトドア用品などを収納されていました。さらに下駄箱の側面にはフックも取り付けられていて、ここには玄関掃除用のほうきのほか、娘さんが鍵を入れるためのケースも吊るして収納されていました。そして扉にも工夫を発見。扉には靴べらをマグネットで貼り付けて収納されていましたが、なんとこちらは職人さんであるご主人がマグネットにぴったりのサイズの穴を開けて、マグネットが埋め込めるようにされたのだそう。これは職人さんならではの技ですね。では最後に私がこちらのお宅で特に注目したポイントについてピックアップしたいと思います。私が注目した一つ目のポイントは、築古住宅の収納不足を補う工夫です。こちらのお住まいは築33年ということもあって構造が古い箇所も多く、全体的にキッチンや洗面所なども収納が少なめでしたが、クローゼット代わりに突っ張りラックを活用されていたり、キッチンでも深い引き出しを2段に分ける工夫や、扉裏などをフル活用してよく使うものを収納されていました。さらに洗面台でも突っ張り式の壁面収納を上手に活用されていたり、玄関では DIY を駆使して下駄箱を増設されていました。大人4人でコンパクトな 3LDK 住まいだとどうしても手狭になってしまいますが、物を上手に厳選しつつ、足りない部分は追加しながら上手にお家のスペースを活用する工夫をされているのがとても印象的でした。そしてもう一つのポイントは、ご家族の暮らしやすさを優先した収納です。もともとは SNS で流行っているホワイト系の隠し収納に憧れていたそうですが、ご家族がよく使うものはあえて出しっぱなしにして、家事がシェアしやすいようにしたり、ご家族がくつろぐ空間によく使うものはさっと取れるように収納されていました。また、ご家族が必ず通るスペースには親子の連絡ボードを設置してコミュニケーションを大事にされていたり、ご主人が飲む薬は忘れないように見えるところに収納されていました。このようにスペースが限られる空間でもご家族の暮らしやすさを大事にしながら、上手に折り合いをつけた収納作りをされているのがとても素敵なポイントだと感じました。いかがでしたか？築古で狭いお住まいながらもご家族が快適に暮らせる工夫がたくさんありましたね。このチャンネルではルームツアー動画で取材させていただくお宅を大募集しています。詳細は概要欄のリンクからご覧ください。最後にこの動画を気に入ってくださった方はチャンネル登録とグッドボタンをぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。